Hi, it's Lily. Happy Sunday. 皆さんお元気ですか？ How are you today? 今週1週間、どんな1週間でしたか？皆さんは今年の秋、どのようにお過ごしですか？私はこの秋の季節が大好きで、すごく体も心もとても元気です。皆さんに質問です。皆さんはアメリカ人の歯はなぜあんなにまっすぐで、なぜあんなに白いのって思ったことってありますか？アメリカ人はなぜあんなに歯の美しさや色にこだわるのでしょう？私はアメリカ人ですが、ずっと日本にいるため、子供の時からアメリカ人の歯並びや色が気になっていました。祖父母会いにアメリカに行くたび、アメリカ人の歯に毎回カルチャーショックを受けた覚えがあります。なぜみんな矯正するんだろう？なぜそんなに白さにこだわるんだろう？と不思議に思っていたのを今も覚えています。大人になった今でもアメリカの映画や YouTube を見るたび、みんなの歯白って思います。正直ここ数年、以前よりもさらにアメリカ人の歯がだんだん白くなった気もします。今回はアメリカ人はなぜここまで歯の美しさにこだわるのかについて考えたり、日々行うオーラルケアから矯正やホワイトニングまで、幅広くアメリカの歯事情について話していきたいと思います。皆さんご存知のようにアメリカはとっても広くいろんな国や文化の方が住んでいるため、アメリカ人はみんなこうだとは言えませんが、今回は一般のアメリカ人の歯事情について話していきたいと思っております。Let's talk! 実は世界で最も歯への意識が高い人はアメリカ人だと言われています。そのためアメリカでは歯が黄ばんでいたり黒ずんでいたり、歯並びが悪いアメリカ人はとっても少ないです。アメリカ人はとっても歯にこだわるため、歯並びがガタガタだったり抜けたりしているとかなり目立ってしまいます。1年間だけアメリカの高校に行ったんですが、その高校のほとんどの子は歯の矯正をしていて、歯並びが悪い子はクラスで確か私ともう一人だけだったと思います。全く悪意はなかったと思いますが、何回か歯は矯正しないの？とクラスメートに聞かれましたね。アメリカ人はなぜここまで歯にこだわるのでしょう？皆さんは出かける前、ヘアをアレンジし、服にアイロンがけをして身だしなみを整えた上で外出すると思います。日本では当たり前とされるメイクや洗顔などのように、アメリカではオーラルケアも身だしなみの一つとして考えられています。服装や髪型よりも歯が一番という人もいるぐらいです。アメリカでは歯並びや歯の色が綺麗なことは、清潔感や生活水準などを表す基準のようなものになっていて、自分自身の評価に関わることになります。ズバリと言ってしまえば、アメリカでは歯並びが悪いと歯を矯正したりケアするお金がないほど貧乏な環境で育った、もしくは今もその環境にいるというふうに捉えられる場合が多いです。両親にも確認しましたが、彼らが若い頃矯正できるお金があったら今のようにみんな矯正していたそうです。今は歯並びだけではなく、歯の色の悪さや口臭をケアできてないと不潔だとか、手入れが行き届いてないといったような印象も与えてしまいます。いくら服にこだわったり髪をきれいに整えたとしても、歯並びやオーラルケアが欠けていたら、どうしても身だしなみが整っていないと思われる場合が多いです。見た目的な意味で歯の色や形にこだわるだけではなく、アメリカ人は歯の健康にも大変こだわります。日本では歯が痛くなったり、歯茎から出血するなどの異常が出ると歯医者に行くと思いますが、アメリカではクリーニングやデンタルチェックに行くことが習慣になっています。定期的に美容師に行くように、異常がなくてもほとんどのアメリカ人は年に2回か少なくて年に1回歯医者に行きます。医療費が非常に高いので、歯の健康を維持する方がアメリカでは安いのです。このようにアメリカでは一定の生活水準であれば、クリーニング、
ホワイトニング、そして矯正は当たり前とされています。オーラルケアは決して安くはなく、保険でカバーできない場合もあるので、多くの方々は子どもの将来と健康のために生活費を削ってでも定期的に歯医者に通ったりします。親の世代の場合、歯の健康と形メインにこだわっていましたが、毎年毎年アメリカの歯の美しさのスタンダードがどんどん高くなっている気がします。歯の健康のために形を直したり定期的にクリーニングを行うのは分かりますが、見た目だけのためにここまでしなくてもいいかと個人的に思います。皆さんはいかがでしょうか？ここまで歯にこだわる必要はあると思いますか？最近日本でも歯の矯正をする人が増えてきましたが、日本もいつかアメリカのように歯はステータスの象徴だと考えられるようになると思いますか？ぜひぜひコメント欄の方で意見や感想などお聞かせください。では次はアメリカ人が実際に使っているオーラルケア用品や歯のセルフケアの習慣を見ていきましょう。最初はアメリカ人の歯ブラシについて話そう。アメリカに住んでいる方や滞在したことのある方はご存知のように、アメリカの歯ブラシは日本より大きいです。持つところもそうですが、特に歯ブラシのヘッドの部分はとにかくでかいです。なぜそんなに大きいんだろうと気になって調べてみましたが、はっきりした理由がちゃんと分かりませんでした。電動ブラシの場合、アメリカと日本のサイズは同じです。普通のブラシだけ大きいです。なんででしょうね。分かる人がいらっしゃったらぜひ教えてください。大人用の歯ブラシが大きすぎてなかなか慣れないというアメリカに住んでいる日本人の知り合いがいるんですが、彼女は子供用のブラシを買ったり、日本に帰ってくるたび歯ブラシを買いだめしたりするそうです。アメリカに住んでいる日本人の皆さんはいかがですか？歯ブラシのサイズに慣れましたか？どうしてるんですか？ぜひ教えてください。ここ数年人気が出始めている新しいタイプの歯ブラシもあります。竹でできた歯ブラシです。毎年アメリカで10億本のプラスチックの歯ブラシが捨てられ、ほとんどはリサイクルされず処分所に捨てられます。捨てられるプラスチックの量を減らそうという思いで、この竹歯ブラシが発明されたそうです。こういうのが普通に買えるようになってきているので、すごく嬉しいです。一度だけ竹歯ブラシ使ったことがあって普通に良かったので、今ある歯ブラシを使い終えたらまた買う予定です。ちょっと高いですが日本でも購入できるのはとっても嬉しいです。世界にもっともっとこういったナチュラルなものが広まってほしいですね。皆さんはこの竹歯ブラシ見たことありますか？使ってみたいと思いますか？次はアメリカの歯磨き粉を見ていきましょう。アメリカ人は普段どんな歯磨き粉で歯磨きをするのでしょう？アメリカと日本の歯磨き粉の最も大きい違いといえばホワイトニング効果です。もちろんホワイトニング用でない歯磨き粉もありますが、ホワイトニング歯磨き粉はアメリカでは大人気です。もうちょっと後で他のホワイトニング用品も紹介しますが、先にこのホワイトニング用歯磨き粉について話そう。アメリカのホワイトニング用歯磨き粉には酸化水素や過酸化尿素といった成分が配合されています。これらの成分は表面の汚れを落とすだけではなく、歯についた色素を分解して漂白する非常に強いホワイトニング作用があります。調べた結果、日本では医学法で販売が禁止されており、歯医者でのホワイトニングでしか使用を認められてないそうです。非常に強いですし、体に結構悪いので、私自身はこのような歯磨き粉を使ったことはありませんが、アメリカ人のほとんどの家庭でこういった歯磨き粉が置いてあるぐらい大人気です。調べてみましたが、このスタイルのホワイトニング歯磨き粉で2019年で最も売られたのはこの Crest 3D White だそうです。アメリカの大人用の歯磨き粉だけではなく、アメリカの子供用の歯磨き粉も結構やばいのもあるので紹介します。いちごとかはまだわかりますが、風船ガム味だったりチョコの味もあります。さすがアメリカですよね。歯ブラシのように健康や環境を意識している方々が好むナチュラル系歯磨き粉もここ数年ブームしています。
このような普通の歯磨き粉っぽいものから全くプラスチックを使用しない変わっているタイプの歯磨き粉も最近人気が出ています。手作りの歯磨き粉を作る人も増えています。アメリカに行くといつも見たことのない新しいスタイルのオーラルケアのものがスーパーや薬局にあり、結構見るのが面白いです。皆さんが愛用している歯磨き粉は何ですか？ぜひ教えてください。先ほどアメリカ人が大好きなホワイトニング用歯磨き粉の話をしましたが、次は歯磨き粉以外のホワイトニング方法や日用品をご紹介します。もちろん歯医者でホワイトニングトリートメントを行うアメリカ人もいますが、かなり高いのでほとんどのアメリカ人はアットホームホワイトニングキットなどを使用します。私が知っている限り、主にジェルタイプとストリップタイプの2つがあります。ホワイトニングストリップはこのようなものです。直接歯に貼り付けます。このようなホワイトニングキットも大人気です。マウスピースのようなものにジェルを塗り、ライトを当て、ホワイトニングをします。あと同じようなものでホワイトニングペンとかもあるそうです。本当に詳しくないため、もっといろんなものもあるかもしれませんが、今ご紹介したものは私が知っているものです。こういうペンとかジェルとかストリップは歯磨き粉と同じような成分が含まれています。ただ量が多くて多分もっと強いと思います。聞いた話ですが、日本人とアメリカ人の歯の性質はもともと違っていて、日本人の歯はアメリカ人の歯と比べてエナメル質が薄いだそうなので、もしかしたらアメリカ人が使っているホワイトニングのものは日本人の歯に向いてないかもしれません。こういうのに興味がある人は自己判断と自己責任でお願いします。皆さんはいかがですか？ホワイトニングされたことありますか？興味ありますか？感想などお聞かせください。では次、オーラルケアに欠かせないデンタルフロスについて話そう。こちらは私も愛用しています。本当は毎晩使うべきですが、週に3回ぐらいしか使っていないです。このデンタルフロスはオーラルケアに歯ブラシぐらい重要だと言っても過言ではないと思います。デンタルフロスの素晴らしいところはたくさんあります。歯ブラシで取れない歯と歯の間の汚れや溜まってしまう菌を落としてくれます。悪い細菌が溜まってしまうと口臭の原因になるので、このデンタルフロスは歯の美しさと健康に欠かせないです。では実際にどれぐらいのアメリカ人はこのデンタルフロスを使っているのでしょう。調べてみたら約 80% のアメリカ人がフロスを使っているそうです。日本人は約 20% しか使っていないそうなので、まだあまり日本では知られてないかもしれません。皆さんはデンタルフロス知ってますか？デンタルフロス以外にウォーターピックというものを使うアメリカ人も多いです。私のおばあちゃんは今も使っています。90代ですが、今も歯はとっても綺麗なので効果があると思います。私は使ったことないですが、結構いいってみんなが言います。個人的にホワイトニングとか正直流行らなくてもいいと思いますが、フロスやウォーターピックは口の健康につながるので、もっと日本で知られたら嬉しいです。では最後にリリーのオーラルケアについて話そう。子供の時から歯磨きとフロスをしっかりするように育てられました。そのおかげで今のところ虫歯ゼロです。子供の頃、日本の歯医者で歯を何本か抜かれたり、ちょっと嫌な経験をたくさんしたので、歯医者はとっても苦手です。もう本当に歯医者に行きたくないので、日々のケアをしっかりしています。私はこのナチュラル歯磨き粉を使っています。このスタイルかこのスタイルを使っています。まだ手作りしてないです。そのうち絶対しますが、今は買ってくる歯磨き粉しか使っていません。歯のホワイトニングのために週に2回ぐらい、なんと重曹を使います。重曹は歯の表面の汚れなどを落としてくれます。やりすぎると良くないので、毎日は使わず、さっき言ったように週に2回ぐらい使います。使い方はとってもシンプルです。歯ブラシに歯磨き粉をつけて、ちょこっと重曹をつけて、歯を普通に磨くだけです。ちょっと歯が敏感になったなとか、ちょっと朝の口の匂いが気になると感じるときは、マウスウォッシュとかそういう変なケミカルが入っているものではなく、オイルプーリングというものを行います。
このオイルプリングはインドの伝統的医学をもとにする健康法です。どの油を使ってもいいですが、私はココナッツオイルを使います。やり方はちょっと変なんですけど、歯磨きをした後や朝起きた後、少し油を口に入れ、10分から15分ぐらいこうやってブクブクします。それで油を出します。ただそれだけです。虫歯や歯周病になる菌が増えすぎないように口の中の細菌のバランスを整えたり、免疫アップをしたり、いろいろ効果があると言われています。アメリカの医者と歯医者は効果を認めませんが、自然療法のほとんどを認めないので、興味ある方はちょっと自分で調べてみてください。私の場合すごく効果があると思いますが、全ては自己判断と自己責任でお願いします。子供の頃歯を矯正したかったですが、ちょっとお金がなかったためできませんでした。アメリカに行くと歯並びがすごくコンプレックスでしたが、今は歯並びは気にしてません。英語で If it ain't broke, don't fix it というフレーズがあるんですけど、私の歯も同じように考えています。ちゃんと噛めますし、丈夫な歯なのでいじりません。このままでいいです。Anyway、アメリカ人のオーラルケアなどなど、今日は長々と話しましたが、とりあえず今日はここまでにしましょう。皆さんのオーラルケアで愛用しているものなど、ぜひぜひお聞かせください。ナチュラルなオーラルケアもご存知でしたら、ぜひ教えてください。ここまで見てくださり、本当にありがとうございます。I hope you have a wonderful day. See you next time. Goodbye. お疲れ様でした。足がしびれてる。ちょっと待って、皆さんかわいいね。